ゆりこちゃん何してんの？ちょっと家を見てます。へえ、しかし家？どんな家探してんの？2DK とか 1LDK とかちょっと探してて、でもなかなかね見つかんない。へえ、外国人はやっぱり大変？そう、ここに例えば、外国人が相談とか。あ、本当だ。そう、たまに書いてる。全然 NC とかも書いてるから。なんで？それわかんないわかんない。だからなんか、それが逆に外国人相談で書かないと、もしかしてもこれは NC はもう決まってる。大体。これ大体 NG なの？超大変じゃん。イタリア出身のゆりちゃんは悩んでいました。いい腰したいなって思ってるけど、一人で不動屋さんに行ったら大体外人ダメってすぐ言われるから、それがなんか、なんで私は外国人生まれたのってすげえコンプレックスが始まって。あれちゃんも外国人だけど大阪育ちだから、顔は確かにそうだけど、いろんなことで私よりはちょっと、生活しやすいんじゃないかなと思います。そうだよね。お父さんお母さんがねこっちいるからね。そう。じゃあもうちょっと安いとこに住みたいってこと？安いするか誰かとシェアをするかって思ってます。日本人だけど日本語が少しおかしなアイドルのゆうちゃんと、コテコテ関西弁のロシア人モデルのあれちゃん、そしてアニメ大好きイタリア人コスプレイヤーのゆりちゃんが日本で楽しく暮らす法則を見つけていくよ。あれ、今日アレクは？あれちゃんね、ちょっと忘れちゃった熱出ちゃったからお休みです。新大久保いい人がいっぱいいるね。人たくさんいる。観光スポットにもなってるもんな。2人がやってきたのはアジア圏の外国人がたくさん住んでいる新大久保。本格的なエスニック料理も食べられるから観光客もたくさんやってくる街だよ。外国人が多いってことはいい不動産屋さんもあるかも。あ、これじゃない？外国人専門って書いてるよね。サポート。これ不動産屋さん？不動屋さんもやってる？なるほど。すごい、不動屋さんもある。ある？行ってみる？すみません。こんにちは。すいません、家を探してるんですけども。家探しですね。こちらで登場。はい。こんにちは。はい、お世話になります。本日の担当劉キキと申します。はい、中国から参りました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、日本の方ですか？日本です。今日部屋探ししてるの方は？私イタリア。こんにちは。もう日本語も大丈夫ですよね。はい、よろしくお願いします。すごいなんか英語が飛び交う。弊社は今15カ国語対応しておりまして、中国語、韓国語、英語、ベトナム語、ネパール語でいろいろ15ぐらい。イタリアは残念でした。入りますか？GTL まだ募集中の。でもイタリアの部屋探しの方はちょっと少ないかもしれません。そうですね。なんでですか？実はね、イタリア人はね、すぐ日本人と結婚しちゃう。そうなの？イタリア人じゃないから。日本人の女性は人気があるんです。そうです。そう。ちなみに本日はどんな部屋探していますか？私は今一人暮らしなんですけど。一人暮らし。はい。けど家賃が高すぎても入らないので。今いくらですか？10万です。一人で10万。そう。貯金ならないんですよね。そう。それは貯金がならなくて、
コスプレイヤーわかりますか？あー、なんか一緒がアニメとかゲームの衣装結構持っていらっしゃる方。そうです。じゃあクローゼットが大事ですよね。そうですね。クローゼットがすごく大きくないともう無理な感じなので、はいはい実はね日本人の友達と一緒に住もうかなって思ってます。はい。日本彼女人のではないけど、彼女ではないけど。日本人のご友人さんは男性ですか、女性ですか？女性です。女性で。そうはい。仕事なさってる方ですか？そう会社員です。会社員。多分日本人の方も一緒かもしれませんが、安定の収入証明できるもの、例えば、はい、直近の3ヶ月の、給料明細、はい、あるいは会社の、内定通知書、あるいは在職証明書、はい、あるいは、会社の、雇用契約書、ここに働いてますよという証明があれば、それはもう大丈夫です。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。探してるエリアとか駅とか、はい、事務所は表参道。いいところですね。そうですね。ただもちろん表参道の近くにも完全にもう物件がなくて、高い土地じゃないと思うけど、そこは高い。確かにワンキーでもそこは12万ぐらい超えれます。ワンキーは12万。20ハゲぐらい高いです。そこは結構高いです。人気があります。代官山、麻布十番、表参道は結構ちょっとお金持ってる外国人には人気があります。そっか、大きさによるんだけど、確かにイタリアはこの値段でもちょっともっと大きいですね。私の友達は30メートルに住んでますって言ったら、私のバスルームじゃんとか、私のトイレじゃんって言われちゃうから狭い。東京は特に狭いかな。探そう探してください。謝りちゃった。はい、じゃあちょっときつい質問させていただきます。はい。予算毎月いくら出してくれますか？いくらで出してくれますか？いくら？一人だったら5万だから、2人だったらマックスは本当マックスは12万。マックスでもできればいけたくないから。12万8000円でもダメ。そう。できれば10万でいい。12万で。でもベッドルームは2つ。2DK が 2LDK。そうです。多分な難しいよこれ。チャレンジそれしかない。そうチャレンジです。引き続きガチ家探し中のゆりちゃん、いい物件に出会えるかな？すげえ便利。だってなんでないイタリアには。なんか見せてくれないねスクリーンで。そうなんだ。はい、こっちは世田谷区でございまして、12万5000円ですけど、でもちょっと待って、はい、1ヶ月礼金と敷金もある。1ヶ月ずつです。なんでこの敷金とか礼金とかありますか？いい質問ですね。それが本当わからなくて、なんでみたいな。イタリアでそのディポジットフィーとかありますか？保証金とか全く何もないですか？例えば、2ヶ月か3ヶ月は先に洗ってくださいとかある。それは家賃として？家賃としてそう家賃として先に洗うんだけど、じゃあ3ヶ月の後は洗わない。敷金は入居するときに大家さんに担保として預ける保証金のようなもの。自分が退去した後にクリーニング代や修理代などが精算されて残ったお金が戻ってくるシステムだよ。一方礼金は大家さんへ物件を貸してもらうお礼のお金で戻ってこないもの。古くからある日本ならではの慣習だよ。だってさ今12万5,000円で話してるでしょ。礼金と礼金だっけ？礼金と敷金だったら2倍になります。25万キュリがちょっと待って、はい25万どうぞって言えないじゃん、ないじゃん。礼金ない方がいいとやっぱりない方がいい。なんか1ヶ月が結構難しいんだけど、2人でなんとなくもしかしてできる。でも2つがあるともう無理みたいな感じ。なるほど。礼金なしはちょっとそうあんまりないと思うけど、1個か2個がない方がいいです。もし礼金なくて 2LDK であればちょっと遠いところしかないんです。ただ新宿から電車で30分とか。はい。どこですか？こちらは今年のこれ見えない？なります。
あります？駅もう池袋からワン駅です。池袋の月です。山手線で一番安いの。あ、見た。これ見た。これは日暮里だよね。駒込か。はい、3分。結構有名な公園があります。陸義園ですよね。私一戸建て、すごい綺麗。内装下の写真こちらキープしてますので。いや、立ち食いは安いよね。安い。あんまり技聞いてない立ち食いの方。これちょっと大変だからやめたら。足立区は結構。今まで一番やりづらいお客様になってます。ツッコミも痛いところ来るからね。日本の文化もよくご存知なので。もう6年目ここに住んでて、もう5名の引っ越しなのでもう。これは朝霞屋ですけど、徒歩5分12万9,000円、なかなかいい物件と思いますよ。1995年、礼金もなし、資金もなし。でこういう2つ洋室ですね。別々のドアで。なかなか悪くないねこれは。悪くないってかいいよ。すごく。これ中見よう。中見たい。見ることできますか？じゃあ管理会社にすぐ確認いたします。あとはちょっと撮影ができますか？一緒に確認させていただきます。ありがとうございます。お待たせしました。ちょっと残念ながらちょっと撮影はちょっと難しいなんですけど、でも家は見ること本日全然可能です。2つとも。はい。もう本当に朝霞であればこの賃料でこのぐらいの大きさで、しかし築年数まだ浅いので、ちょっと本日見るべきだなと思います。一押しですね。撮影はできないけど言っていいですか？管理会社許可をもらえなかったです。見てくるだけでいいってことですか？でもゆりちゃん見たいし見る？見たいこれ。本当に自分の家を探すであれば、もうこのぐらいの家賃になれば。ということで新宿から5駅、阿佐ヶ谷の物件へ。こちらから商店街ちょっと撮ります。商店街、可愛い。あ、いいじゃんこの感じ。カラオケある。カラオケある。カラオケ歌える。イタリアカラオケありますか？ないですね。ないんだ。カラオケないよイタリアは。ここ街は綺麗ですよね。ここから歩いてあと4分で到着できますので。近いじゃん。ワクワクするね。どうする？本当にここがいいってなったらそこ？待って、これ今のところがすごくいい感じだった。ね。物件はこちらになります。ちょっと撮影は難しいなのでここまででお願いいたします。行ってきます。あれ、すごいいいじゃん。かわいいここ。気に入ってる？基準としては 2DK。でも広い。これどう？収納がすごく広くて、私は今持ってるよりも大きいですよ。どっちかっていうと高い。すっごく高い。天井が高いですね。天井高い。ここいい。開放感がすごい。クローゼットこれすごいです。これは嬉しい。ね、なんか感動してる。しかしゆりちゃんどうだった？いやもう素晴らしかったですよ。私的にはすごくもう好きな物件ですね。だって超テンション上がってたじゃん。そうだね。好きじゃなかったらすぐわかる。めっちゃ動画撮って送ってたね友達に。そうですね。だから私的にはもうすぐこれにしたいという。マジで？入居するときは弊社全部そのゴミ出しのルールを説明させていただきますので、契約書の説明とか住設の説明、ゴミ出しの説明、大体2時間ぐらいかかって説明してます。そんなに？やっぱり海外のゴミ捨て文化と日本のゴミ捨ての全然違うってこと？違う、必ず。そうなんや。ここはもうちょっとまあいい意味でちょっと厳しいですね。やっぱり例えば1週間の中で何日が捨てるとか。今回学んだことは、外国人かの家探しは専門業者を当たれ、そして担当者のハートをつかむべし。
もゆりちゃんのガチで家探しの続き、そして新生活に必要なアイテムを探しに家電量販店を回るよ。